皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はいよいよ人類史上最悪の食糧危機が起きる前夜となったことを警告したいと考えました。歴史的に見て食糧危機が起き、多くの庶民が飢饉に見舞われたというのは干ばつ、洪水、冷害などによる天災から農作物の収穫が激減したことで起きたと思います。その後人類は食品加工技術を向上させ食料保存ができるようになり、農作物の品種改良など様々な技術で食糧危機に対峙してきました。ところがです。ここ数年明らかになってきたことは、ろくでもないことを計画している輩たちは気象兵器によって天候を操り、爆発的に増えてきた人類の口減らしを現在進行形で行っています。今ご覧の映像でスピーチしている方は、タジキスタンの大統領であるエモマリ・ラフモン氏です。何を話しているのかというと、国民がこれからラマダンというイスラム教の断食月に入る前日に、ラマダン祝福の言葉として声明を出している映像です。この声明の内容は大統領府ウェブサイトに掲載されていますが、その内容で注目しなければならないことがあります。何を言っているのかというと、現在の状況は、タジキスタンを含む世界のほぼ全ての国の経済的および社会的状況に深刻な影響を及ぼしており、専門家の分析では、現在の人類は過去1世紀以上の歴史の中で最もセンシティブで困難な時期にあります。専門家たちによると、現在の危機のこの非常に敏感な期間の結果は予測不可能で、そして長期的と見られます。特に今年はあらゆる点で、とりわけ食料安全保障の観点から人類にとって最も困難な年になるでしょう。あなた方のすべての家族のための2年間分の食料備蓄の問題に取り組む必要があります。と言っています。これは国民に対して不安を煽るために言っているのでしょうか。私はそのようには思えません。国民の幸せを願う指導的立場である人なら当たり前のことを言っていると思っています。そこで今回の動画では、1、私たちが遭遇している状況は深刻でもう時間がない。2、日本が置かれている状況。3、有機肥料促進政策の疑惑についてお送りしたいと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、冒頭に紹介したタジキスタン大統領の国民に向けて出された声明についてどのように感じましたでしょうか。2年間の食料備蓄を進めているその背景は当然ながら国家の最高機関が把握している情報をもってのことだと思います。つまり食料備蓄をしなければならない根拠があってのことで、その可能性がたとえ少なくてもリスクがあるのなら警告を発しなければならないと思いますが、日本政府の対応はどうでしょうか。ツッコミを入れたいところは山ほどあり、ここでは割愛しますが、過去の動画で取り上げていますのでぜひそちらをご覧ください。そして今回動画を作成するために情報を集めていた時に、新たに浮上してきた疑惑について後半にご紹介しますので、最後までご視聴いただきたいと思います。まず大切なことは、食糧危機は起きる、起きないという全く違う情報がネットでは飛び交っていますが、判断するのは自分自身であるということです。もちろんこの動画では、かなり高い確率で食糧危機は起きるという立場で情報を発信しています。世の中にはこのような情報発信に対して不安を煽るなという方もいますし、家族の中でも無関心な方もいることでしょう。何も起きなければそれは良かったというだけの話で、もし起きたなら大変なことになります。残念ながら人というのは目の前で実際ことが起きないとわからない生き物のようです。特に日本人はその傾向が強く、例えば子供の登下校に親がついていないというのは、外国人が見るとアンビリーバブルなことなのだそうです。それはなぜかというと、海外では子供の誘拐が多発しているのが日常であり、そのリスクを感じているからです。では、日本は安全なのかというと決してそうではないのです。私もこの件について動画を作成したことがありますが、何が悪いのか NG 判定でダメでした。なぜでしょう。つまり日本は完璧に安全だというのは、ただ情報統制されていて知らされていないだけで被害に遭っている子供さんがいるのです。それを知れば警戒するでしょうね。食糧危機についても同じで情報さえ掴んでいれば判断できるはずです。しかしそれができないのは、多くの方が思考停止しているからでしょう。こうなると周りから何を言ってもどうしようもありません。話を戻しますと、食糧危機は引き起こされるという根拠を話していきたいと思いますが、その際に絶対欠かせない期間があります。
それは世界経済フォーラムという国際機関です。国際機関とウィキペディアでは説明されていますが、ウィキペディアの記載の中にもあるように、一経済学者が設立した民間団体です。いわゆるダボス会議というものですが、聞いたことはあるでしょう。ここに世界の支配層と言われている人たちが集まり、世界的な動きを作り出しています。そこには主権国家という概念はなく、まるで世界政府と言ってもいいほどの強い影響力を及ぼしています。話題の虫を食べることについてもここで提唱され、各国政府にそれを強要と言ってもいいほどの圧力をかけています。お注射のことももちろんそうです。庶民の安全性などどこへやら、とにかく撃てと強要し、その後は自己責任というめちゃくちゃなことをしていますが、日本人の多くは何の疑問も持たないという現状があります。そしてこのダボス会議で提唱されている理想の実現の内容の中には、化学肥料をなくすというものがあり、一見良さそうに見えてしまいますが、これはやり方次第では大量の食べ物を食べれず、この世からいなくなる人を増やすことになります。そうすることが目的なのですが、詳細は2020年の世界経済フォーラムから出されているご覧の白書の中に書かれており、その計画に沿って今世界中の化学肥料の不足、価格高騰が起きているということです。それらは化学肥料を減らす方向に対しての補助金が出されるというソフトなものから、以前に取り上げた動画で紹介したように、世界中で起きている食料関連システムの破壊事件のようなハードなものまで、やり方はいろいろですが、狂った理想の実現に向けて急ピッチでことが進んでいるということになります。化学肥料を減らすことが悪いことではなく、化学肥料がなくては農業が成り立たないように仕向けておいて、そのはしごを外されたらどうなるかということが問題だと思うのです。それについては後半に具体例を取り上げて説明することとして、今農家が農業を存続する、しないという窮地に追い込まれていることに肥料価格の高騰が挙げられます。それらは農業だけでなく畜産業にも影響を及ぼしています。今回は農業に必須となってしまった肥料に焦点を当てると、世界中で肥料価格が高騰しています。国際肥料開発センター IFDC は、肥料の使用量を減らすと米とトウモロコシの収穫時期が短くなると警告していますし、最大の米生産国である中国、インド、バングラデシュ、インドネシア、ベトナムの農家は肥料の散布量が少なく、生産量が 10% 減少する可能性があると言っています。これは約3600万トンの米に相当し、約5億人分の十分な食料に相当する規模です。北米ではご覧の通り肥料価格が高騰しており、これは肥料が不足していることを意味しています。事実、肥料価格の高騰はアメリカやカナダで2年前の4倍から5倍、ブラジルでは2年前の6倍近くに価格が高騰しています。これらの傾向はインド、ベトナム、フィリピンでも例外ではありません。そしてこの状況は2年から4年続くということですので、農産物の生産に赤字が続いた農家は農作物の生産をしなくなりますし、なんとか続けたとしても生産量は激減することが予想されます。日本の肥料価格の高騰においては2倍近くに上昇しており、この動きは止まらないでしょう。日本国内の農業生産は肥料の価格高騰によって減少する方向にならざるを得ないのですが、一方でほとんどと言っていいほど日本の食料事情は輸入に頼っています。その輸入先はご覧の通りなのですが、その輸入先の国で起きていることは肥料だけを見ても最悪の状態になっているということがかなり重要です。今現在スーパーに行けばいつも通り食料品を買うことができます。もちろん値段は上がっていますが手にすることはできます。このことによって生活困窮者への影響は大きいのですが、価格が上がっているということの背景には物不足というものがあることを忘れてはいけません。私がいつもドン・キホーテで買っているお気に入りの缶詰が確か195円だったものが、なんと308円に値上がりしました。実に約 1.6 倍です。そして商品棚にも変化が起きており、缶詰コーナーの売り場面積が減ってきていますし、品揃えにも変化が起きています。これは日本全国で起きていることかどうかは調べようがありませんが、少なくとも私の生活圏では起きています。これらの変化は常に品不足がいつ起きるのかという視点で観察しているからわかることで、そのような感性を失わないように努力しているから感じることです。食料危機が起きるかどうかは、世界経済フォーラムが実現を目指す理想を考えると明確に起きてくるでしょうし、起こしてきます。そして日本においては繰り返しとなりますが、食料のほとんどを輸入に頼っています。もちろん食料自給率はゼロではありませんが、化学肥料を全てと言っていいほど輸入に頼っている以上、輸入先の事情の変化で最悪の事態、食料自給率1桁台になると言っていいと思います。
日本には完全有機農法を行っていて、化学肥料がなくても生産できる農家もいるでしょうが、1億2500万人の食を満たすことができるのでしょうか。その化学肥料の価格高騰・不足に対して農林水産省は化学肥料の使用を削減することを推奨しています。世界経済フォーラムが掲げている目標通りです。そしてその分のコストアップに対しての補助金を出すという政策をとっていますが、今回動画を作成するにあたって情報を深掘りしてゾッとしました。この化学肥料を減らして有機肥料を使用していき、その分のコストアップを補助金で援助するということは、一見すると食料の安全などを考える上では良いことのように見えますが、実は急ピッチで急がせることの裏に潜むリスクを考えると、これまた悪魔との取引に思えてきました。その具体的な実例があります。2022年4月にスリランカは大規模な貧困、インフレ、燃料不足に見舞われ国家破産宣言をしたことは記憶に新しいところです。スリランカの国家破綻の原因として、日本の隣の国の債務の罠によるものだという認識があると思いますが、実はそうでもないということを知りました。スリランカが海外からの借り入れに頼り、無謀な投資を続けてきたのは事実ですが、日本の隣の国の債務はスリランカの債務全体の1割に過ぎないのだそうです。日本の隣の国が債務の罠にかけようという謀略もあると思いますが、それ以上に致命的なことがあったのです。スリランカの国家破綻の原因は一つではないのですが、日本にも当てはまることがあり、人事ではないと思います。それはスリランカは日本同様環境政策を強く推し進めている国だということです。具体的には有機農業の強行による農業の破滅にあったのです。スリランカは窒素酸化物による公害や温室効果を削減するため、環境に優しい農法を実施すべく21年4月から化学肥料の使用を全面的に禁止しました。化学肥料の輸入額が大きいこともあり、その輸入を止めれば国際収支が改善するという考えもあったのかもしれません。しかしこの化学肥料禁止政策によってスリランカの作物収穫量は大幅に減少しました。結果、国内の農業が崩壊し、主要な輸出作物も失ったスリランカの貿易収支は急速に悪化し、もともとスリランカの食料自給率は 120% もあったにもかかわらず、米の生産量は2019年比で 43% も減少してしまったというのです。その誤った政策により農業国であったスリランカの経済基盤が一気に崩壊してしまったというわけです。今現在の日本政府は何をしているのかというと、世界経済フォーラムの掲げる理想の通り、化学肥料を減らす農業政策をしています。2050年までに化学肥料の使用を 30% 削減するというものです。そしてそのコストアップについて補助金を出すというわけです。化学肥料の使用を減らすということは良い政策だと思っていたのですが、それを推し進めるということは、その過程においては生産性を落とすことにつながり、ひいては食料自給率までも落とすという流れになるということが分かりました。脱化学肥料を実現するには土壌改良などのプロセスが必要で、ある程度時間がかかるものだということを聞いたことがありますが、それを急いで行ったらスリランカのようになるということです。ご視聴者様の中で勘の良い方は察しがついたと思いますが、世界中で意図的に行われている化学肥料不足、エネルギー危機からの物価高、日本国内で生産効率を落とす農業政策、タジキスタン大統領のように食料安全保障について危機的状況を国民に知らせない日本政府の状態は、やはりまともではないように感じます。いかがだったでしょうか。今世界を襲っている食料危機について、知れば知るほどなすすべなしという感じが強くなってしまいますが、それでも対策して試練を乗り越えなければならないということです。今の危機的状況はもはや私たち庶民にはどうすることもできないほど大きな問題ですが、それでも対策しなければいけないと思います。目の前で起きていることに対しては食料備蓄、日用品の備蓄を進めないといけませんし、ろくでもない輩たちの計画を阻止するためには、今世界で起きていることに向き合い、知らなければならないと思います。以前配信した動画で、私が2年から3年もすれば良い状況になるといったことに対してコメント欄にどのようになるのかという質問がありましたが、ろくでもない輩たちの悪行がどんどん明るみに出て撃退されると考えています。つい最近そのような傾向が目に見えて分かりやすい形で起きてきました。それはフランスでの出来事で、子供に対するよろしくない性感情によって犯罪に関係した政治家をはじめとした150人以上が逮捕されるというニュースが出回りました。これはフランスだけで起きていることではありません。YouTube ではとても扱えないような内容ですのであまり触れませんし、あまり深く触れると精神的ダメージもありますからおすすめしませんが、
何が起きているか、どんなおぞましいことが起きているのかということは知った方がいいでしょう。このようなことが次々と起きてくると思います。なのでろくでもない輩たちの駆除が済むまで何とかして生き延びなければならないと思うのです。それには2年から3年かかるのかなと感じて、そのように述べていたということです。そのためには目の前に起きている試練を乗り越えなければならないし、食料備蓄、日用品の備蓄も進めなくてはいけないのです。電気、ガス、水道料金高騰に対しては、夏の対策、冬の対策を前もって考え準備しなければ生き延びることはできません。本当にいろいろなことが同時に起きていますので、冷静沈着に速やかに慌てず急ぐということが必要です。現在、経済的に苦境に立たされている方は、どのようにすれば収入を上げることができるかを考える必要があるでしょうが、そのために手っ取り早く儲かる話には乗ってはいけません。まだまだお伝えしたいことは山ほどありますが、今回の動画はこのくらいにとどめておきます。今後もこのようなスタンスで動画を作成し情報を発信していきますので、皆様の今後を考えることにお役に立てればと思います。長い時間お付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。